今期のアニメのランキング、ティアランキングをやっていきたいと思います。今回一人でやります。一人ラジオです。で、やろうと思った理由が完全な引きこもりでもなく、かといって完全に働けてるわけでもない、そういう中途半端なところにいる人、臨界地点にいるような人って放置状態になりやすいなと思って。で、社会保障とか、なんかの支援とか、世間からの関心とか、自分を語るための言葉とか、カテゴリーがほとんどなくて、ない。で、宙ぶらりの状態になるっていうふうに思って、で、30代の自分が思う最近のアニメに対して、アニメだけじゃなくて漫画も含め思うことを、言っていきたいと思う。それをランキングでやった方が分かりやすいと思ったんで、ランキングにしていきます。で、とあるサイトで一覧があって、それを使えるんですけど、まず一番下のランキングが B とか B とかじゃなくて、トレーラー切りですね。でトレーラー切りの上が1話切り。で、その上がたまに見る。もしくは興味を失っ。その上がなんとなく見てる。この4段階があって、めちゃくちゃ面白い、次の週待てねえわみたいのはないです。もはやアニメ見なくていいんじゃないかって思うかもしれないけど、これが30代の、多分ほとんどの30代、別に引きこもってるとか関係なしに、ほとんどの30代以上の人がエンターテイメントに感じている評価です。で、これを左上から右にして下に降りてまた左から右にっていう感じでランキングしていきたいと思います。まず一つ目、これプラオレ。これトレーラー切りですね。トレーラー切りっていうのは YouTube でもニコニコ動画でもまとめて次のシーズンこういうアニメやるよみたいな、トレーラーをまとめてくれてる動画みたいのがあるんですけど、それを見て、これちょっと見てみようかなっていう感じで、多分かなりアニメ見てる人とかだと普通なんですけど、これやるの。1話切りとかも全然あるし、それを多分ランキングにしてないっていう人がほとんどなんで、それをやっていきたいと。まず左上プラオレ。これホッケーのアニメで、アイドルマスターみたいな感じの絵柄で、どうでもいい。キャラデザがどうでもいい。で、右のよくわかんない、また女子がわちゃわちゃするやつ。見てないってことは大体トレーラー切ってるんで、トレーラー見たのもうだいぶ前なんで、覚えてないけど、トレーラー切り。キャラデザですね。最初の2つ。次、対象なんちゃら。これ多分1話の数分で切った。社会問題系な事案とかも含むのかなと思ったけど、なんかなさそうで、ラブコメ見せられても終わってる人間には何も思わないので、1話の数分見て切った。次、最果てのパラディン。転生ものって基本若返って転生するんですよ。しかも魔法とかがある世界に。実際主人公が使えなくても何かしらあるんですよ。少なくとも現実離れした何かありえない力を持ってるんですよ。そのフィクションとして、フィクションだからそりゃそうなんだけど、その瞬間になんか共感ポイントを失うんですよ。だってリアルの人間のこと考えてほしいんですけど、30代になって自分が何か30代の人が資格取ったんで、これで契約社員とか何かしらから始めて入社させてもらえませんかって言って実現しないんですよね、それ。なぜかっていうと、実務経験が必要なんですよ、現実には。で、要するにやり直せないんですよ。これ別に日本だけじゃなくて海外とかでも結構そうで、例えば50歳とかなって、半導体不足とかで、首切られるんですけど、
首切られたその人が、家族いるんですけど、他の30代とかの人は、その会社に再教育の機会を与えられて、半導体ではない、半導体だったかわかんない、車とか、EV とかに変更していってるんですけど、世界的に。そのエンジンを調整したり、作ったりするスキルが、もう時代遅れになって、で、じゃあこの EV のスキル必要だなって言った時に、再教育を受けられる機会があるのは30代とかなんですよ。それはもうね、正社員とかすでに長くやってきた人がの話であって、全くのその会社にゆかりのない人が、なんか学んだんで入社させてくださいって言っても実際には起こんないんですよ。で、そのことを考慮すると、アニメの転生ものっていうのは、やり直せてよかったでしゅねっていう印象にしかならないんですよ。この30代とか、20代でも就活失敗した人とかは、みんなこう感じてますよ。100%。現実逃避として割り切れてる人が、割り切って見れてる人もいるかもしれない。俺の中では転生ものはやり直せてよかったでちね、ジャンルです。次、これ ASMR のなんかアニメかな。雨の音とかで寝るときに使ったことありますけど、それは使えるけど、人の声ってなんか、なんだろうな、ものすごく目障りなんだよね。それをアニメ化されても、トレーラー切りですね。プラチナエンド。これ主人公が、あらすじ言うと、主人公の親が若いうちに死んで、で、預けられた先が、虐待されて、みたいな、暗めの人間になっちゃって、高校だか中学卒業した時に、中学かな。中学3年卒業した時に自殺するんだけど、そこに、天使が現れて、力を与えて、やり直してみませんかみたいな感じなんですけど、ほぼ転生ものです。しかも、若いやつに、さらに、チート能力与えて、やり直しませんかっていう、共感ポイントもクソもないんで、力与えなくてもやり直せるわっていう、その共感させるポイントがどこにもない。成功してるやつに完全にフォーカス、ターゲットを狙ってますよね、この作品は。転生ものと近いですね。やり直せてよかったですね、作品ですね。これはたまに見る。たまに見る理由としては、キャラデザがマシっていうだけ以上。次、四季桜って書いてあるかな。なんか、完全なら子供向けみたいな絵ですけど。てかもう絵で、キャラデザで切ってますね。トレーラー切りです。次、だから魔法少女系のだと思う。トレーラー切りですね。どうでもいい。次、境界戦記だっけな。なんかロボットでどうにかね、若いアンちゃんがどうにかこうにかしていくっていうやつなんですけど、まずロボのデザインがダサい。キャラのデザインもダサい。このマスコットみたいなものいらない。共感ポイントがない。で、1話切りですね、これは。次、これ吸血鬼を、モルモットみたいな感じで使って、宇宙開発に実験されるっていう話だっけな。で、その吸血鬼のヒロインが、ツンデレみたいな感じで。で、相手の男の主人公も、すでに軍っていう、なんていうのかな、もう仕事できてる普通の人で、共感ポイントもクソもない。成功できてよかったですねっていう感じのやつです。これ1話切りですね。宇宙行って何なんだよみたいな。どうでもいいわ。次、なんちゃら武蔵。これ多分、ロボですね。どうでもいい。次、武蔵はトレーラー切り。次、デイジミツガール。これは1話みたいなような気がするけど、何も覚えてない。なんか沖縄のリゾート、沖縄だっけな。なんかそんな感じのこれ、男女がなんやかんやする。なんだろうな。別に恋愛ものでもない。どうでもよかったな。恋愛だったら余計見ないけど。1話切りですね。1話も見てないのだ。数分切りですね。次、テスラノート。これは、元は漫画かな。なんだろうな、これ。ミステリー系かな。ミステリーアクション系かな。まず絵が受け付けない。あとトレーラー見てきてるってことは、相当なんかあらすじがどうでもよかったんだと思います。トレーラー切りです。次、犬夜叉。これは、引き伸ばしで作ったストーリーなのか、元から漫画あったけど、その先がやってなかったからアニメ作ったのか知んないけど。犬夜叉ってなんか俺の中でコナンとか、ちびまる子ちゃんとかサザエさんとか、そこら辺の部類のアニメのドラえもんとか、面白いって言って見るものじゃないですね、もはや。今例に挙げたやつよりはマシだけど、あれは
ドラゴンボールスーパーみたいな感じですね。続きやんなくていいのをなんかやってるって感じ。どうでもいいトレーラー切りですね。犬やしゃ。次、ブルーピリオド。これはかなりいい線いってて、キャラデザもいいし、社会問題もまあ、多少描けてるし、社会問題っていうのはなんか硬いけどなんか風刺みたいな、ちゃんとできてるなっていう作品ですね。この手前に LGBTQ みたいな感じのキャラがいるんですけど、そいつの家庭社会が終わってて、家庭関係が終わってて、で、とあるセリフがあって、俺が嫌だって言っても無理やり引きず誰かにここから引っ張り出してほしいみたいな、その家庭社会でつまずいてるやつの心の声みたいないうセリフがあるんだけど、これはかなりいい線いってるなと思ったんだけど、その次のエピソードで、結局若いから、勢いでこう家から飛び出したりできるっていう、この誰かの手を借りて飛び出すとかじゃなくて、結局自分でできちゃうんですよね。自分で家から出れちゃう。なんで、見てるけど、これ、もう見てみればわかるけど、それこのね、全員高校生の奴らの成長を見て何を思いつんだよっていう話。主人公が言うて恵まれてるかな。一番やばいのは家庭関係が終わってるっていう人が人生終わっていくと思ってるんで、例えばアフリカ難民とかでも家庭関係、てか家族関係が会話するとかできないっていう状況になってなければ、日本のめちゃくちゃ裕福な家庭に生まれたけど、親と話し合えるような関係じゃないっていう方が、アフリカ難民の人より親ガチャミスってますね。で、そういう意味では、このブルーピリオドは、主人公が、キャラクターが特にもうないから、女装趣味があるキャラクターが、結局一人で家を出れちゃったっていうのが、簡単に出てたんで、そっかーって終わっちゃったっていう作品ですね。で、次、作画かな。これトレーラー切りですね。絵が受け付けない。あと、ファンタジーすぎて、視聴者のモチベーションをどこに置いてるつもりなのか全くわかんない。次、タイトル読めないけど、多分日常ギャグ的な感じかな。どうでもいい。トレーラー切り。見えるかちゃん。これは日常系とホラー系の複合系みたいな感じで、どうでもいい。トレーラー切り。次、コミさんはコミショです。これは1話切り。コミショのこの章を見てもらえばわかるんですけど、症状の章なんですよ。でも一般的に使われてるコミショっていうのは障害の章なんですよ。障害の章っていうことは、コミショっていうのは治るものじゃないんですよ。訓練したところで。これは、それを価値観を広めて、コミショでやることを言い訳だと世間に言いふらしたい、普及したい、その考えを普及したいっていう魂胆が見えますね、このタイトルから。つまり、コミュニケーションが下手くそなやつは、努力が足りないしねっていう、そういうメッセージを、このコミさんはコミショですっていう作品から感じますね。漫画も読んだことあるけど、コミショじゃないですね、本当に。このヒロインは。なんで1話切りですね。次、週末のハーレム。その性的なコンテンツを、トラブルとかね、リリムキスとか、なんだっけ、いちご 100%。ああいう系を多分楽しめるのは、思春期の人たちだけでしょっていう感じですね。もしくはものすごく性欲が強い人たち。なんで週末のハーレムは、よくわかんないです。トレーラー切り。次、マブラブ。これは某有名な進撃の巨人の作者が、参考にしたとか言ってましたけど、その人が参考にしたかどうかはどうでもいいんですけど、これは結局主人公若いし、世界観がファンタジーすぎてよくわかんない。そのロボとか、宇宙人が攻めてきて戦うっていうのを見せられて、何か感じますかって話なんですよ。アメコミとか、海外のアメコミの映画とかあるけど、あれとかも、それ見てどうすんの？何を思えっていうのっていうことですよ。それをアニメでやったからといってどうでもいいトレーラー切り。じゃあ1話見たかな？ 1 話切りですね。1話見たけど、何やってんかよくわかんない。次、これタイトル見えないな。多分日常系だけど、トレーラー切りですね。次、ビルディバイドかな。これ1話をすっげえ早送りで見た気がする。16倍速ぐらいで飛ばしで見たけど、キャラデザがあれだし、キャラ若えし、共感ポイントねえし、どうでもいいトレーラー切り。ワールドトリガー、
これ1話を見てないし、見る気もないし、キャラが若いし、やることさせられるし、トレーラー切りでする。86。例えば、中東とかで、戦争に駆り出される少年兵とかいると思うんですけど、その人たちに共感してくださいって言われて、共感できる人ってそんなに多くないと思うんですよ。それをやった作品ですね。しかも、主要キャラクターが全員若い。小さい頃から、例えば、今のこの時代でも少数部族っていうのは存在して、虫とか食って生きてる部族とかあるわけですよ。で、そこで育った人たちっていうのは、その虫を食って生きていくことに抵抗がないんですよね。で、人を殺して生きてきた小さい頃からそういう風に生きてると脳みそっていうのはそれに適応するんですよ。適応できるんですよ。むしろそれ以外をやろうとすると逆にきついみたいな感じなんですよ。他の例で言うと、その先住民族が、じゃあ先進国に来て、遠くに走ってる電車を見たときに、なんて言うかっていうと、巨大なヘビだって言って、ガチ泣きするんで、その場で恐怖に怯えて伏せちゃうんですよね。それが、その小さい頃から生まれ育った環境での影響っていうのが脳に及ぼす影響なんですよ。でそれを、あたかも日本人に、お前らの貧困問題とか、ちっぽけなんだぜみたいな感じになんか見せたいのかわかんないけど、何も感じない。しかも話もいまいち何やろうとしてんだかわかんないし、共感ポイントもないし、戦っていたいならそうしたらいいんじゃないのとしか感じないですね。何もないですね。86は、見てるですね。86。次、タイトルわかんないけど、多分、BL 系のやつで、トレーラー切り。次、進化の実なんか転生ものだった気がするな。やり直せてよかったですね。カテゴリーですね。だから、トレーラー切りですね。次、王様ランキング。これは、喋れない幼少の王族の子供。喋れないけど、言ってることがわかるみたいな。謎の能力、謎の障害で。キャラデザがカートゥーン風であんま受け付けないっていうのもあるし、王族がね、障害持ってようがなんだろうが、王族がね、何しようとね、よかったですね、しか感じないですね。だから、これ1話切りですね。王様ランキング。次、暗殺なんちゃら。暗殺者が転生してさらに暗殺者に別の世界になるっていう転生ものですね。で、この絵見てもらえばわかるけど、ハーレムみたいな感じで、あとなんか主人公が若返るんですよね。やっぱり。やり直せてよかったですねですね。次、見てないってことはトレーラー見て、もしくはなんか調べたけど、前情報で調べたけど見てないってことは切ってるんで、トレーラー切りですね。次、これもよくわかんないけど、キャラデザーで多分切ってますね。トレーラー切りですね。タイトルがわかんない。無色転生。これがなんか転生もののすべての原点みたいならしいですけど、小説を一冊読んだことはあるけど、その主人公があまりにも性欲が強すぎて、共感できないし、その30代、高校でいじめられて引きこもってそのまま30代、40代になって事故で死んでその後転生して、そこで無双していくみたいな話なんですけど、内面的には高校生の時のその未成熟の精神なんで、メンタルなんで、そこになんか共感させようとしたんでしょうけど、性欲があまりにも強すぎるのと、あとイケメンプラス若返って転生してる時点でよかったですね。エンドの域を超えないんですよ。に加えて、この世界の人が基本的になんか性欲強くて、セックス依存症みたいな感じにやつもいて、気持ち悪いですね。その低層観念ぶっ壊れてるやつは基本的に俺は受け付けないんで、AV 上映とかもなんか最近アベマとか、アベマ TV だっけそこら辺でなんか出てきて、性教育とか AV は悪いものじゃないみたいな主張してますけど、言うて9割ぐらいの AV 女優って、もしくは風俗で働いてる人って、楽して金手に入れたいとか、あとは、親への反抗の、背伸びですね。そのタバコ吸ったり、酒飲んだり、ちょっと不良行為を学生の頃にやるみたいな、そのノリで風俗に入る人って入るんですよ。もしくは騙されたりとか。
騙されたりを、その人たちを省いて、自発的にやってるみたいな、プライド持ってやってますみたいな言う人いるけど、風俗業にプライドって意味がわかんないんですよ。まず AV 女優の話だと、まず、もうすでに腐るほどビデオあるんですよ。動画あるんですよ、ネットに。で、そのコンスタントに作り続ける必要がないですよね、まず。で、2個目に、消してるってことは、その動画をね、昔の動画とかを。契約とかじゃなくて、おそらくっていうかなんか、動画で見たら、その AV 女優の本人の人が消したいって言ったら消せるんですよ。そういう法律になってて。イコール、恥ずかしくなってんじゃねえかって話だよ。後ろめたくなっちゃってるって話なんだよ。始まりはなんかこう、プライド持ってとかなんか、現役の頃はそういうの、金もらってね、よかったかもしれないけど。あと、付属産業に入る3分の2ぐらいの人は、付属産業に一生居続けるみたいなデータがあるんですけど、その中でどのぐらいの人が、その3分の2の人全員が、3分の3じゃないんですよ。3分の1はやめてるんですよ、結局。で、3分の2は、全員が本当にプライド持ってやってるかって言ったら怪しいんで、ないでしょう、まず。イコール風俗は日陰に当たって終わっていく人生でいいんじゃないですかね。あと男でその風俗行かないと社会が成り立たないみたいな言う人いるけど、いやお前ら従来とか小さい頃風俗通えなかったからって犯罪犯したんかい全員。してねえじゃん。ね、しこって終わりじゃん。しこって性欲十分発散できてたってことだよ。風俗いらないんで、その時点で。あとその性行為のガイドラインになってるみたいなこと言って、なってないんですよね。まず。なってないって、風俗産業の人たち、男優がなんか言ってたな。まずガイドラインになってない。ガイドラインになってないものをコンスタントに作り続けてるんですよ。風俗産業にプライドを持ってますっていうのは、どこにプライドがあるのかっていう話なんですよ。性犯罪の抑制にもなってないし、だってマスターベーションで若い時みんなこと足りてるんだから意味がわかんない。大人になったら風俗行かないと性欲発散十分にできないみたいな、その意味がわかんない。その主張してる人たちの意見が意味がわからない。小学校とか幼稚園の頃から、中学校の頃から風俗通ってたのかって話で、そうじゃねえだろって。そうじゃなくたって、別に生きてただろって話で。だから風俗は、別に廃止とかはどうでもいいけど、日陰で一生あるべきで。そこがなんか全体的に受け入れ始めたら、この世界終わりだと思う。羞恥心のない世界になるみたいな話じゃん。で次、長くなったけど、タクトーピー。無職転生はたまに見てた。で、タクトーピー。これアニメーションがいいけど、やっぱり主要キャラが全員若くて、やってることもよくわかんないし、何に葛藤してんのとかも何も伝わってこないし、めっちゃ若い頭お花畑、もしくは勝ち組の人たちのコンテンツかなって感じですね。1話切りですね。次、1話切りじゃねえよ。たまに見てた。タクトーピー。次、多分転生もので、タイトルは字が滑れてよくわかんないけど、やり直せてよかったで1年エンドですね。カテゴリーですね。次、異世界食堂。これは、実用的なんですよ。これを見ながら飯を食えば 0.1% くらい美味しくなる可能性があるかもしれない。なんで、見てるっていうランクですね。次、タイトルはわかんないけど、不女子向けのやつかな。どうでもいい。トレーラー切り。次、先輩がうざいなんちゃらですね。これは会社入れてよかったで1年ってしか思えないですね。しかも会社入れて、それあんま苦にしてなくて生きていられる強靭なメンタルの持ち主たち、もしくは職場がガチ神環境みたいな人たちの成功話なんで、ほっこりの前に憎悪を抱きますね。それなんで1話切りですね。で、あと、ここでランキングが終わりで、似たようなものに漫画があって、じゃあ主人公が30代とかのやつの作品見ればいいんじゃないかって思うかもしれないけど、一つに怪獣8号っていうのあるんですけど、速攻で力を手に入れて、現実にはありえない。で、そのまま無双とは言えないかもしれないけど、特別な力を手に入れて、宿泊するのを見せられるだけの話っていうのが怪獣8号なんですけど、どうでもいいですね。
そういうのしかないんですよね。何も葛藤しないし、速攻で力手に入れて、速攻で挽回して、序盤でなんか30代が苦しむ、30代じゃなかったっけな ?20 代後半だっけな、まあそんぐらいの人がなんか無双する漫画でしたね。怪獣はしご。あと一つなんだろう、動画で最近見て気になった発言が、今こうやって話してますけど、自分が中学とか高校の時って、この思考を言葉にするっていう力がなかったんですよ。で、そのことについて話してる人がいて、動画で見て、リリラバっていう会社の代表の安倍っていう人が、言語化できない人は黙るっていうようなことを言ってたんですよ。で、確かにそうだなって思って、そういう人がその陰謀論とか、そういうのを信じちゃうんだろうなっていう。確かに自分の親が陰謀論は信じてないけど、アムウェイとか、あとはギャンブルとか走っちゃうのは、なんか言語化できない人は黙って、その黙ったストレスをそういうところに向けちゃうんだろうなって思いました。で、もう一つは、若者の選挙離れだっけな、なんかそんな感じの動画があって、その動画で一人のその出演者の人が、日本は格差社会が起こってるんじゃなくて、一億総生貧困っていう国全体で低迷していってるっていうことを言ってたんですけど、まあ、提示したグラフを見る限りは実際そうなんですけど、厚生労働省が出してる所得の分布図っていうのがあるんですけど、それ見る限り、一番多いのが300から400万円台の年収の人なんですけど、でそこから一回年収2000万ぐらいのとこまでずっと下がり続けるんですけど、その割合が、どのぐらいの人がそのぐらいの割合いるのかっていうのが減っていくんですけど、その2000万以上から一回ちょっと上がるんですよね。上がるんですけど、その厚生労働省のそのグラフではなんか細工してあって上がんないんですよね。下がったまんまなんですよ。そこに不正を発見したっていうのと、あと一億総貧困っていうのはちょっと意味わかんなくて、年収100万とかガチきついと思うんですよ。田舎でも割とカツカツだと思うんだけど、300万ってさ、年収300万ってさ、車持ってない田舎暮らしの一人暮らしだったら、貧困じゃないと思うんですよ。何が言いたいかっていうと、300万以上の人から条件によって全然貧困じゃないと思うんですよ。生活の水準が。それを全員貧困していってますみたいな言うのはちょっと意味がわかんない。貧困してないから全体的に下がってるかもしれないけど、貧困ではないですね。100%。だからその一億総貧困っていう発想が、意味がわかんないっていう、それ引っかかったっていう発言がありましたっていう。まあ、そんぐらいですかね。今回言いたいことは。